さん、こんにちは。皆さんは日本語のオノマトペについて知っていますか？日本語には共通で認識されているオノマトペがたくさんあります。その数、なんと4500語。例えば、雨の音をザーザー、心臓の鼓動をドキドキ、リラックスした様子をのんびり。こんな表現を聞いたことはないでしょうか？日本語のオノマトペは単なる音の表現ではなく、日本語のリズム感や豊かな表現力を感じられるとても面白い要素です。ただ、本当にたくさんの種類があるので、このポッドキャストでも何回かに分けてお話しします。今回はまず、オノマトペの擬音語と擬態語の違いを解説し、擬音語を中心に詳しく紹介していきます。日本語のオノマトペは大きく2種類に分けられます。擬音語と擬態語です。まず、擬音語は実際に聞こえる音を表したものです。大雨の音はザーザー。何かが爆発する音はドカーン。犬の鳴き声はワンワンなどと表現します。一方、擬態語は音はないけれど、様子や感情を表す言葉です。楽しみにしている気持ちはワクワク。ゆっくりとリラックスしている様子はのんびり。滑らかなものにはつるつるなどと言います。赤ちゃんの肌はその見た目の滑らかさから肌がつるつるしていると言ったり、道が凍って滑るときにはつるつる滑ると表現します。簡単に言うと、擬音語は耳で聞こえる音、擬態語は音以外の感覚で感じるものを表しているんですね。今回は擬音語、つまり耳で聞こえる音の表現についてご紹介します。
それでは擬音語をいくつかのカテゴリーに分けて紹介します。まずは自然の音。先ほどもご紹介した大雨の音、ザーザー。雷の音はゴロゴロ。水が滴る音はポタポタ。例えば大雨の日には、今日はザーザー降りだね。雷もゴロゴロ鳴ってると話したりします。風が吹く音はヒューヒューやビュービューと言います。どうでしょう。風の強さの違いが伝わったでしょうか。ヒューヒューよりもビュービューの方が風が強く感じられます。ビュンと言ったら車が横を通り抜けたような一瞬で過ぎ去る風という印象を受けます。では、動物の鳴き声はどう表現するのでしょうか。ワンワン。これは犬の鳴き声。猫はニャーニャーと鳴きます。豚はブーブー。牛はモーモー。馬はヒヒーン。最も独特なのは鶏かと思います。日本では鶏はコケコッコーと鳴いています。動物の鳴き声は国によって様々な表現がありますよね。同じ音を聞いているはずなのに表現が違うのは面白いですね。また、物の音や衝撃音もご紹介します。電車が走る音はガタンゴトン。自転車のベルはチリンチリンと鳴ります。鍵はガチャッと回します。大きな音を立ててドアが閉まる音はバタン。バタンと閉めないでと注意されちゃいますよ。飲み物はごくごく飲みます。例えば、友人が運動の後に水を一気に飲んでいたら、おー、ごくごく飲んでるね、と言ったりしますね。ここからは擬音語がどんな場面で使われるのかをご紹介します。まず、日本の漫画では擬音語がたくさん使われています。
爆発の音、ドカーンやガシャンとガラスが割れる音。日本語を学ぶ人の中には、漫画の擬音語を覚えることで語彙を増やしている人もいるそうです。また、小さな子供と話すときにも、擬音語はとてもよく使われます。例えば、子供と一緒に犬を見たときには、ワンワンかわいいねと手を振ったり、お腹が空いて音が鳴れば、お腹グーグー鳴ってるね。車に乗るときは、ブーブーに乗るよと呼びかけ、拍手はパチパチと言います。子供が小さい時には、犬や猫という言葉より先にワンワン、ニャーニャーという言葉を覚え、鳴き声としてではなく、犬自体のことをワンワン、猫のことをニャーニャーと呼んだりしますね。もちろん、大人同士の会話でも擬音語はよく使います。お料理中にぐつぐつ煮えてきたら火を止めてね。プレゼン前に緊張してドキドキするなんて言ったりします。このように擬音語を使うことでより感覚的に伝わりやすくなります。今日は擬音語についてお話ししました。擬音語は実際に聞こえる音を表す表現ですが、今回紹介したのはほんの一部。次回はもう一つのオノマトペ、擬態語について詳しくご紹介します。擬態語は音のないものの様子や感情を表すので、日常会話で本当によく使われます。例えば、そわそわ、しーん、ふわふわなど、日本人の私たちが普段無意識に使っている言葉がたくさんあります。それぞれどんな様子を表しているかを想像しながら次回をお楽しみに。今日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。